俺の名前は小松信也、28歳、職業は警備員だ。俺は幼い頃から父親がいない。父親の記憶はないが、家の棚の上に父親らしき人物の写真が飾られていた。たくましい腕でまだ赤ちゃんだった俺を抱いていた。健康的で男らしい人だ。母さんの話によると、俺が生まれた頃、父親がアル中になってろくに仕事をしなかったので、父親が経営していた会社が倒産してしまったそうだ。それから父親は転職を繰り返し、母親とは喧嘩が絶えず、結局離婚したらしい。ある日、こんなことがあった。母さんはコーヒーが好きで、いつも朝、俺にコーヒーを入れてくれる。すると母さんが、父さんならもっと美味しく作れるんだけどね。父さんもコーヒーが好きだったのよ。よく二人で喫茶店に行ったわ。と、懐かしそうな顔をしていった。母さんが父親の話をするのは珍しい。しかし、その後母さんは、はっと我に返ったような顔をして、そういえば深夜、宿題はやったの？と話を変えてしまった。父親の話をしないように気をつけているように見えた。父親のことが気になってはいたが、俺は母さんがいれば十分幸せだった。母さんはいつも朝から晩まで働いて、俺のことを女手一つで育ててくれた。俺はそんな母さんに頭が上がらない。中学を卒業したらすぐに就職して家計を支えるつもりだった。やがて俺は中学を卒業し、すぐに地元の警備会社に就職した。警備員の仕事は底辺だと馬鹿にする人もいるが、俺は社会の治安を守る重要な仕事だと思い、誇りを持って働いている。中学を卒業してから10年以上の年月が流れていた。ある日、いつも通りに駐車場に立って警備をしていると、突然目の前に高級車が止まった。そして窓ガラスが開き、サングラスをかけた派手な男が顔を出した。よう、久しぶり、小松じゃないか。え？一体誰だろう。不思議そうな顔をしていると、その男は笑いながらサングラスを取った。おっと、ごめん。俺だよ、匠だよ。その顔を見て思い出した。中学の頃の同級生、匠だ。匠は親が社長で金持ちだったが、性格が悪くて、いつも周りを見下しているようなやつだった。俺は貧乏だったので、よく匠に馬鹿にされていた。しかし俺はいつもぐっとこらえて、何も言い返さず、相手にしないようにしていたのだ。嫌な奴に会ってしまった。匠か。久しぶり。警備員やってるなんて、お前、社会の底辺じゃねえか。やっぱり、相変わらず性格が悪い。人を見下す態度は変わっていないようだ。そうだ、今度俺の誕生日パーティーがあるんだ。中学の時の友達も来るし、お前も来いよ。いや、俺は仕事が忙しくて行けないと思う。冷たいこと言うなって。番号教えてくれよ。詳細決まったら連絡するからさ。匠はしつこく誘ってきた。俺は仕方なく番号を交換した。じゃ、またな。そう言って、匠は走り去っていった。匠の誕生日会にはあまり行きたいとは思わなかったが、中学時代の友達には久しぶりに会いたいと思った。匠も本当はいいやつなのかもしれない。俺と仲良くしたいけど、素直になれないのか？
数日後、匠から詳細メールが届いた。近くのホテル会場を貸し切って開催するようだ。まあ、行ってもいいか。ちょうどその日は予定もなかったので、俺は行ってみることにした。当日、誕生日会の会場に着くと、とても綺麗で広い会場だった。おお、小松じゃないか。元気にしてたのか？早速、中学の時に仲が良かった鈴木という友達に話しかけられた。久しぶり、元気にしてるよ。小松は本当に運動神経良かったよな。そんなことないよ。鈴木だってスポーツ推薦で高校行ったんだろ？すごいよ。昔話が盛り上がり、俺は楽しい気持ちになった。しかし、その時、背後から聞き覚えのある声がした。おい、こいつ今さ、警備員なんてやってるんだぜ。社会の底辺だよな。匠だ。また俺のことを馬鹿にしている。鈴木は、そうなんだ。警備員か。悪い仕事ではないと思うけどな。と言って、俺のことを少しかばってくれた。しかし匠は、いや、全然いい仕事じゃないだろう。安月給で長時間労働。バカがやる仕事だよ。と、またバカにしてきた。中学生の頃は我慢していたが、大人になっても何の成長もしていない匠に対して、俺は怒りがこみ上げてきた。バカにするな！俺は警備の仕事に誇りを持ってる。誰に何と言われようとな。思わずそう言い返した。すると匠はニヤッと笑い。ほう、そうか。そんなに警備の仕事が好きなのか。じゃあお前は今外に出て警備しろよ。と言って外を指さした。外は雨が降っていた。なんだって？好きなんだろ？じゃあいつだってできるよな。自分から誕生会に誘っておいて、来たら雨の中で警備をしろだなんて、なんて勝手なやつなんだろう。俺はもう帰ってやろうかとも思ったが、すごすご帰るのも悔しくて。じゃあ、警備してやるよ。その代わり、ちゃんと報酬は払ってもらう。と言った。こいつは面白い。お前がいつももらっている給料の2倍は払ってやるよ。パーティーは朝までだ。雨の中、朝まで警備よろしくな。俺は匠を睨みつけてから外に向かって歩き出した。すると鈴木が追いかけてきて俺の腕を掴んだ。小松、何を考えてるんだ。風邪ひくからやめておけよ。いや、いいんだ。このまま帰るのも尺だからな。俺は鈴木の手を振り払って外へ出た。建物の入り口の前に立つ。雨が結構降っていた。くそ、なんでこんなことに。立ちっぱなしでいることには慣れていたが、季節は冬。寒くて俺は震えていた。数時間そのまま立っていると、外は暗くなってきた。通り過ぎる人たちが俺のことを不審そうに見ている。すると会場の目の前に高級車が止まり、中から綺麗な女性が出てきた。あの女性は一体誰なんだろう。匠の知り合いだろうか。女性は俺の姿を見てびっくりしていた。一瞬立ち止まり、それから俺のところへ走ってきた。大丈夫ですか？女性は自分が差している傘にお礼を入れてくれた。どうして雨の中立ってるんですか？いや、実は中学時代の友人の誕生会へ来たんですが、いきさつを説明すると女性の表情が変わった。
なんてことを。一緒に中へ入りましょう。女性は俺の手を引っ張って中へ進んでいく。あ、ちょっと。俺はあまりの女性の剣幕に圧倒されてしまい、そのまま一緒に中へ入った。会場に入ると、女性はみんなと楽しそうに喋っている匠に向かって怒鳴った。匠、この人を侮辱することは私を侮辱することよ。会場は一瞬シーンとなり、それからざわめき始めた。匠は顔面蒼白になっている。アリサ、一体どうしたんだ？今日は俺の誕生日でみんな集まってくれてるんだぞ。お前は俺の妻だろ？冷静になれ。そうか、匠の奥さんだったのか。アリサという名前なんだ。するとアリサさんは、はっと我に返ったようだった。取り乱してしまってごめんなさい。でも、この人は何も悪くないわ。こんな奴の味方をするのか？たかが警備員だぞ。もう、俺帰るよ。俺はもううんざりしていた。こんな奴に何を言ったって無駄だ。俺が会場を出ようとすると、アリサさんが追いかけてきた。これ、使ってください。うちの旦那が、本当に申し訳ございませんでした。そう言って、黒い折りたたみ傘を渡してきた。いいですよ、そんな。断ったが、強引に渡された。今度、お詫びさせてください。連絡先を聞いてもいいですか？いや、お詫びなんてそんないいですよ。それも断ったのだが、どうしてもと言われて、連絡先を交換する。俺は、その傘を差して家に帰った。家に帰り、今日あったことを母さんに話すと。ひどい目にあったわね。あら？その傘。母さんは驚いた顔で傘を見ていた。アリサさんが俺に渡してくれたんだ。今度返さないと。そうなの。なんだか母の様子がおかしい気がする。どうかした？この傘見たことあるの？ちょっと珍しい傘だなと思っただけよ。確かに一見普通の黒い折りたたみ傘なのだが、よく見ると銀色で小さな星の刺繍が入っていて、少し凝ったデザインだった。手に持つ部分にはイニシャル KA と書いてある。KA とは誰だろう。ベッドで寝ながら考えていて思い出した。そういえば、俺の父親の名前は安藤健一だ。昔、おばあちゃんにこっそり教えてもらったのだ。父親と同じイニシャル。もしかして、アリサさんと父親は何か関係があるのだろうか。その時、携帯電話が鳴った。今日は旦那が失礼なことをして、本当に申し訳ございませんでした。今度、必ずお詫びします。アリサさんからのメールだった。お詫びしてもらうんじゃなくて、むしろ俺がアリサさんにお礼をしたい。俺は、おかげさまで無事帰宅しました。ありがとうございました。と返信し、眠りについた。数日後、アリサさんには何も告げず、お礼の品と傘を持って、突然アリサさんの勤務先に会いに行くことにした。勤務先はさりげなくメールで聞いておいた。近くのデパートで受付をしているらしい。突然現れた俺にアリサさんは驚いていた。まあ、急にどうしたんですか？もうすぐ勤務が終わるとのことだったので、俺は外で待っていた。そして一緒に帰宅することになる。アリサさんと話していると、不思議となぜか懐かしい気持ちになった。
会ったことがないのに昔からの知り合いのような気がする。今日は実家に帰る予定があるそうで、実家まで俺は送って行った。幼い頃に両親は離婚したそうで、実家にはアリサさんの父親が一人で住んでいるらしい。ちょうどお父さんも買い物に行ってて、もうすぐ家に着くって言ってるわ。アリサさんが父親とメールしながらそう言った。すると、前方に高齢の男性が歩いてくるのが見えた。あ、お父さん。そう言って、アリサさんは手を振った。すると男性は、アリサさんの隣にいる俺の顔を見て、とても驚いた顔をして立ち止まった。そして、回れ右をして、今まで歩いてきた道を一目散に走って行ってしまったのである。一体どうしたのだろう。アリサさんは、ちょっと、お父さんと呼びかけたが、男性は振り返らずに走り去ってしまった。一体どうしたの？俺の顔になんかついてたかな？不思議に思ってそう聞くと、アリサさんはため息をついた。違うのよ。実は。アリサさんは、それから驚くべき真実を俺に告げた。私のお父さんは、実はあなたのお父さんなの。そして、私はあなたの妹なのよ。突然告げられた衝撃的な真実に、俺は開いた口が塞がらなかった。両親が離婚した時、アリサさんは当時1歳、俺は2歳だったそうだ。両親2人は話し合い、父親が妹を引き取り、母親が俺を引き取ることになったらしい。母親には俺の写真だけは送ってもらっていたそうで、それをアリサさんも見ていたそうだ。先日、アリサさんはたまたまその俺が会場の警備をやっているのを見て驚いた。しかし、突然自分の存在を知らせていいものかわからなかったらしい。まさか俺に妹がいたなんて。そうか、あの傘はやっぱり父親のものだったんだ。それからアリサさんは父親に俺と会うように説得してくれて、3人で食事に行くことになった。父親は家にあった写真からは想像できないほど老けて痩せこけていた。白髪頭にシワシワになった顔。昔の姿と違いすぎて、俺は全く気がつくことができなかった。ごめんな。俺はお前の父親失格だと思っていて、会いたかったんだが、会いに行けなかったんだ。まさか、アリサが偶然会うなんてな。いいよ、そんなこと。俺は父親に会えたことが単純に嬉しかった。自分なんかといても、母さんは幸せになれない。だから離婚することにした。だが、本当はずっと母さんとお前のことを考えていた。俺はあらゆる喫茶店に行って、店長に話を聞き、どうしたら美味しいコーヒーが作れるのか研究していた。いつかコーヒーに関わる事業をやろうと思っていたんだ。今はすっかり酒をやめて、3年前にコーヒーメーカーの会社を立ち上げ、今は売り上げが上がって大成功しているよ。父さんは母さんと別れてからも俺たちのことを考えてくれていたんだ。俺はそれがとても嬉しかった。父さんの入れるコーヒーが美味しかったと言っていた母さんの顔を思い出した。父さんは母さんと離婚してしまったことを今は後悔しているという。俺は父親と母さんに和解してほしいという思いがあった。母さんに会ってみない？俺はいいけど、母さんがな。それから俺は家に帰ってから母さんに父さんと会ったこと、父さんが
今は立派に働いていることを話し、会ってほしいと伝えた。びっくりしていた母さんは、はじめは断ってきた。しかし、何度か説得すると、会ってみると言ってくれた。よく二人で行っていたという喫茶店を父さんから聞き出し、数日後、そこで会えるようにセッティングした。俺と母さんが先について待っていると、アリサさんと父さんがやってきた。俺が手を振ると、二人は気がついてこちらにやってくる。アリサさんと父さんを目の前にすると、母さんは立ち上がった。あなた、隣にいるのはアリサなの？お母さん、会いたかった。アリサさんは母さんに抱きつき泣いていた。母さんもアリサさんを抱きしめて泣いていた。本当に立派に育ったわね。それから4人で今までのことなどをゆっくり話して楽しい時間を過ごした。父さんと母さんは最初はぎこちなかったが、だんだん笑顔で会話できるようになっていた。今はコーヒーメーカーの製造業を営んでいて成功しているよ。いつかまたお前に、そして深夜にも自分が開発したコーヒーメーカーで美味しいコーヒーを飲ませてやりたいと思ってたんだ。まあ、そうだったの。素敵ね。母の表情はほころんだ。すると、アリサさんが真剣な面持ちで、実は、匠とは別れたの。と言ってきた。匠は父親の借金を肩代わりしてくれたりと、最初は優しかったそうだが、だんだん発言がモラハラになってきたという。アリサさんは俺のことを馬鹿にされたことが許せなくて、それをきっかけにさらに溝は深まっていった。実は俺が兄であることを匠に言うと、あのどうしようもない父親の息子ってことだろ？やっぱり大したことないじゃないか。と言っていたそうだ。父親はもうすっかり経営が成功して、生活は豊かになっていることを匠に伝え、肩代わりしてもらった金額も返済したそうだ。それからアリサさんは匠と離婚して実家へ戻ったらしい。匠からは今でも戻ってこないかと連絡が来ているが、いつも断っているという。匠と暮らすよりもお父さんといた方が断然楽しいわ。アリサさんの笑顔は輝いていた。それ以来、母さんと父さんは時々連絡を取り合い会うようになったらしい。俺は二人が再婚してくれることを祈った。それから1年後、俺の願いが天に届き、両親は無事に再婚することになった。今は家族4人で新しい家で暮らしている。母さんと2人暮らしの時よりも賑やかで楽しい毎日を送っている。今日も父さんが入れてくれたコーヒーがとても美味しい。母さんと妹のアリサが作ってくれた朝食も美味しい。俺は今とても幸せだ。